強チャンネル。こんにちは、マリサだぜ。今日も方程式の問題を考えよう。問題はこれだ。次の等式を満たす実数 x をすべて答えよ。k の x 乗プラス ax プラス b イコール0。ただし、a、b、k は実数の定数かつ k は正だ。一次方程式と指数方程式を混ぜたような式だな。学校のテストでは見ないような方程式だが、解を得られるのだろうか。見てみよう。この方程式は以前レミリアが解いたものの、より一般的なものだと言えるな。これを見てくれた人ならわかるかもしれないが、回答には W 関数を使う。ランベルトの W 関数だ。x イコール W、x かける e の x 乗イコール W、x かける e の WX 乗を満たすと覚えてくれればいい。回答を見せよう。与えられた方程式は、その条件によって4つの場合に分けて考える。k イコール1か否かと a イコール0か否かだ。2つに分かれる条件が2つあるので、4つに分かれると言える。k イコール1であれば指数関数が、a イコール0であれば一次関数が失われる。つまり、その条件の下では方程式の性質が崩れてしまうというわけだ。実際に見てみよう。k イコール1の場合を考える。この時、k の x 乗は常に1に等しい。定数と化してしまった。こうなるとただの一次方程式なので、等式を満たす x は容易に得られる。解は見ての通りだ。これは中学1年生くらいに教わるんじゃなかったかな。a イコール0の場合の解は少し変な感じだよな。でも、これは当然のことなんだ。ax イコール0になるから、x の値は影響し得ない。次に、k ノットイコール0かつ a イコール0の場合を調べよう。この時は指数関数はそのまま残り、一次の項はなくなる。つまり、与えられた方程式は指数方程式と化したんだ。k の x 乗は常に正なので、マイナス b が正の場合に等式が成り立つ。つまり、等式を満たす x はこのように条件を分けて表せるということだ。ここからが本題。k ノットイコール1かつ a ノットイコール0の場合だ。はじめに、両辺にマイナス k の x 乗を足した後に両辺をマイナス k の x 乗で割る。もちろん k の x 乗は0でないので、問題ない。すると、指数関数と一次関数の積が定数に等しいとわかる。次に、両辺に a 分の k のマイナス a 分の b 乗をかける。k イコール e の lnk 乗なので、両辺に lnk をかけると左辺が u かける e の u 乗の形になる。この u の部分にのみ x が含まれるので、両辺に w 関数を適用する。ここで、右辺の w 関数の引数部分がマイナス1倍の e のマイナス1乗以上なら右辺は実数値を返す。よって、その条件下であれば x の値はこのように表せるとわかる。結論だ。与えられた方程式の、特に一般的な性質を保った形の解はこのように表される。すでに言及したが、与えられた方程式は特定の条件下で一部の性質を失う。k イコール1の場合には指数関数の、a イコール0の場合には一次式の性質が崩れるんだ。何度も言うが、今日の本題はこのどちらも満たさない場合だ。この時の解を表すためにランベルトの W 関数が必要だったんだ。補足をしよう。今回のテーマであるランベルトの W 関数の定義から。W 関数は x 倍の e の x 乗の逆関数なのだが、一部分で2値を返す。W 関数の振る舞いを知るために、x 倍の e の x 乗について調べよう。x 倍の e の x 乗は実数全体で定義される。正と負の無限大の極限を見てみよう。証明は省略するが、負の極限は0で正の極限は正の無限大だ。連続で、かつ途中に特異点を持たないので、この関数は下に有解なのだろう。同関数を見ると微分係数が0になる点があることがわかる。同時に微分係数の正負が入れ替わる点でもある。つまり、ここで極小値を取る。x の増加に応じて、この点で微分係数が負から正に切り替わる。つまり、ここで極小値を取ると言えるんだ。これが唯一の極小の点であり、値は0未満であるために最小値でもあるわけだ。ざっくり言うと、定義域全体でマイナス1倍の e のマイナス1乗小なりイコール x 倍の e の x 乗小なり無限大を満たす。そして、値は0からマイナス1倍の e のマイナス1乗に単調に減少し、そこから単調に増加し続ける。以上のことから、引数が実数の場合には値がマイナス1倍の e のマイナス1乗以上であり、値がマイナス1倍の e のマイナス1乗未満であるならば引数は実数でないと言える。対偶を取っただけだ。ここで x を wx と置き換えると、このような結論が得られる。左にある解が存在するためには、この条件を満たす必要があるわけだ。つまり、a 分の k のマイナス a 分の b 乗かける lnk 大なりイコールマイナス1倍の e のマイナス1乗は必要条件だ。
次の補足、というかちょっと別の話題かもな。つまり、K が負の場合の解の存在についてだ。答えは簡単。K が負であっても存在し得る。極端な状況ではあるが、B イコール1とすれば A や K の値によらずに解が定まる。X イコール0が解だ。だが、このような特別な場合でなくとも解の存在は考えられる。途中の論理は省略するが、A ノットイコール0、K ノットイコールマイナス1の場合においても解が求まる。解が存在するためには、X が奇数を分母とした規約分数でなければならない。奇数 P と整数 Q を用いて X イコール P 分の Q と表せる場合にその値は解になり得る。なぜかというと、AX プラス B は常に実数であるのに対して、負の K を用いた K の X 乗は虚数になり得てしまうからだ。例えば、マイナス1の3分の1乗イコールマイナス1で実数だがマイナス1の π 乗は実数ではない。これも説明しよう。オイラーの公式から、マイナス1の X 乗はこのように表せる。これが実数であるためには、虚部が0であることが必要十分な条件だ。サインに n プラス1倍の x×π イコール0を満たす整数 n が一つでも存在すればよいため、x が無理数だったり、分母が偶数の有理数であってはならないわけだ。と、いろいろと条件をつけて解の存在を調べてみた。具体的には、このような条件の場合に左の表現を満たす解が存在する。正の奇数 n を用いて、a イコールマイナス n 倍の e の1マイナス n 分の1、b イコールマイナス a、k イコールマイナス e の場合に、x イコール1マイナス n 分の1を解に持つと言えるんだ。これはただの一例に過ぎない。探せば他のパターンもあるだろうな。今日の動画はここまで。私の授業が面白かったら高評価とチャンネル登録をしてくれると嬉しいぜ。それと、要望に応じて動画の字幕を大きくしてみた。元の2倍のサイズだ。調整するのでぜひとも感想を教えてくれ。また次の動画で会おうぜ。じゃあな。